今日は太巻き寿司を作ります。材料はまずかんぴょう。かんぴょうは夕顔というウリ科の植物の実を薄く削いで乾燥させたものです。まず水で戻して適当な大きさに切って茹でてから醤油と砂糖で煮含めてやります。最近の若い人はあんまり食べないかもしれないですね。次に卵焼きを作りましょう。卵焼きは、甘くする人とかあんまり甘みをつけない人とかいろいろいます。好き好きだと思います。私あんまり上手じゃないのでここから先はへったくそとか言いながら見てください。卵焼きのシーンばっかり実はすごく長くてどうしようかな削っちゃおうかなってちょっと思ったんですけど、外国の人だとこうやって卵を焼いてるのがちょっと珍しいかなと思って残してみました。上手な人はもっと綺麗にくるくるって巻けるんですけど、私はなんかこんなへっぽこな感じにやっています。皆さんよく上手な人の動画を見て私にはできないわとかコメントしてる人とか結構いるんですけど、それ間違ってますよ。上手い人は当然上手いのだけど最終的に食べられるものができればいいんじゃないですかね。それでだからやってみたいと思うんだったら人がやってるのを見て私には無理だわとか言わないで、下手でも失敗してもいいから何度でもやっちゃうことですね。自分からやってみないとやり方なんて絶対覚えられないし、やってみれば何度かやってるうちに必ず上手になるの。だけどやらなかったら絶対うまくならないです。もうへったくそだけどいいの。最終的に食べられるものができればいいんです。はい、換気扇の音がちょっとうるさくてごめんなさいね。これで最後に1回くるっと繰り返せば出来上がりです。せーのと、もう1回せーの、せーの。それから細長く切っておきます。次にこれはでんぶ。桜でんぶ知ってますか？私子供の頃でんぶって何でできてるのかわからなくて、なんだか甘くてピンク色の不思議なものだなって思ってました。なんだかタラという魚をから入りして食紅で色をつけたものらしいです。これも最近の若い人は食べないかもしれないですね。おばあちゃんが、太巻き寿司を作ってくれる時には必ず入れてました。次にすし酢を作ります。今日はご飯茶碗2杯分ぐらい太巻きにして2本分をソーテーしています。酢は大さじに2杯、それから砂糖は小さじに半分ぐらい、塩はほんのちょっと1つまみですね。それをよく溶かしておきます。で、すし飯です。先ほどのすし酢を回しかけて切るように混ぜて、時々仰いで冷ましながら混ぜてください。そしてこれは巻き酢に海苔をのせて寿司飯を広げていきます。寿司飯少なめに見えますが、このくらいにしておかないと巻いた時に爆発しちゃうので、慣れないうちは特にあまり欲張らない方がいいと思います。それから具を並べていきます。今回はきゅうりと卵焼きと桜でんぶとそれからかんぴょうを使いました。具はね、特に決まりはなくて椎茸入れる人なんかもいますね。巻き方はこうやって何て言うんだろう、3分の1ぐらい3分の2ぐらいをガッと折り曲げるような気持ちで巻いていきます。端から巻こうとすると失敗しちゃうの。今みたいに3分の2ぐらい一気にガッと折り曲げる感じで、そうするとこんな感じで綺麗に、案外誰でも綺麗に巻けます。端っこを切り落として、そして、6等分ぐらいにするといいのかもしれないけど、今回なんかね包丁があまり切れなかったので4等分にしてみました。これで太巻き寿司の完成です。